もし復職の後に不調がぶり返してしまったら、今日はその備えのお話、再燃時の対応とリワークプログラム第6話の後編だよ。前編では復職できる体調の目安と復職後のプランを伺いました。今日はその続きですね。復職に向けて準備中ですが、また体調を崩したらどうしようという不安は正直あります。受け入れる側としても、もしもの時にどう動けばいいかを知っておきたいです。まず大事なのは、再燃は決して珍しいことではないということ。だからこそ対応を事前にみんなで共有しておくことが安心につながるんだ。復職の後、突発的なお休みや遅刻が増えるなど、明らかに体調不調が疑われる状況になったら、無理に勤務を続けながら様子を見るのではなく、主治医の再診を早めてほしいんだ。その上で療養に入ることも選択肢に入れて、主治医とよく相談してもらうことをおすすめしているよ。頑張って出続けることがいつも正解ではないんですね。その通り、無理を重ねると回復までの時間がかえって長くなってしまうことがあるからね。上司としては、勤怠の乱れに気づいたら早めに人事や産業医に相談するという動きで良いでしょうか。前編でお話しした勤怠と仕事ぶりという2つの窓がここでも生きてくるよ。もし短い期間で再燃してまた休職に入ってしまった場合はどう考えればいいですか？その場合は回復の程度や復職の準備が不十分だった可能性があると考えられるんだ。そこでおすすめしているのがリワークプログラムの活用だよ。リワークプログラム、初めて聞きました。リワークは復職に向けたリハビリのようなプログラム。通常3ヶ月ほどかけて行うんだ。平日の日中に集中して作業ができる体調管理を目指して、疾定の理解のための座学や軽作業、パソコン作業、グループワークなどを行うよ。会社に戻る前に働くための体力と生活リズムを整える場所というイメージですね。ただ注意点もあるんだ。3ヶ月のリワークを行うには事前準備や会社への報告などの期間も見込む必要がある。だから休職制度があって、満了まで6ヶ月くらいの猶予がある人でないと通常のリワークの活用は難しいんだよ。休職できる残り期間との時間の勝負になる面があるのですね。そうなんだ。もし期間が足りない場合でも、医療機関ごとの個別リワークであれば満了までの期間に応じてプログラムの相談ができる場合があるよ。気になる方はまず主治医の先生に相談してみてはいかがでしょうかとお伝えしているよ。もしもの時の道筋が見えて少し安心しました。再燃への備えまで含めて復職支援なんですね。まとめるとポイントは3つ。1つ、不調のサインが出たら無理せず早めに主治医の再診を。2つ、短期間での再燃はリワークの活用を検討。3つ、リワークには時間が必要だから休職期間の猶予を確認して早めに動くこと。職場としてもじらせない、見守る、早めにつなぐを心がけます。今日の内容は一般的な情報だよ。個別の判断は必ず主治医や産業医に相談してね。前編後編ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。